はい、どうもこんにちは。クイズの研修長の伊沢です。ライターの川上です。今日は激ムズ論理クイズに挑戦してもらおうと思います。まあやりたくはないよね。はーいということで、はい、論理クイズってめちゃくちゃ難しいです。めちゃくちゃ難しい、はい、お二人は怪物に捕らえられてこんなゲームを言い渡されました。お前らに白か黒の帽子をかぶらせる。ただし2人が同じ色の場合もあるし、違う色の場合もある。相手の帽子の色を見ることはできるが、自分の帽子の色は見ることができない。そして自分の帽子の色が何色だと思うか2人同時に叫べ。どちらか1人でも自分の帽子の色を叫ぶことができれば、お前らの命は助けてやる。反対に2人とも自分の帽子の色と違う色を叫んだ場合には2人の命はない。ただし帽子をかぶった後は相手に何かを教えることが一切できない。言葉だけでなく仕草などあらゆる伝達手段が使えない。その代わり帽子をかぶる前に5分間のシンキングタイムを与える。この5分間でそれぞれ何を叫べば生き残れるのか相談しなさい。それは白白黒黒があり得ることですよね。そうですね。はいはいはい。さあでは5分間用意スタート。はい、片方が当たってればいいんですよね、これは。はい。もちろん両方当たってても OK。はいはい。まばたきしたら白とかそういうのもなし。なし。これって明瞭な発声を求められますか？はい。論理クイズなので。そういうことではない。ボードで書いてもダメです。死と空を微妙な字で書く。知らん。こういうこと考えてる間に時間がなくなっちゃうよ。お互いが強調して何か行うってことだな。相手のやつしか見えないので、うん、選択肢としては相手のやつと同じものを言うか違うものを言うか、うん、あるいは関係なく絶対に同じどっちかを言うか。残り1分。これ100%は分かんねえな。相手が被ってるものと反対のことを言っても別に白だった場合死ぬから。分かんねえ。4、3。全く同意が取れてないんですけど。同意取れるっていうかもう分かりもしないもん。これ死ですね。でも高確率で生きるけどね。まあ実際多分こう本番そういう状況になったら、でもさこれさうまくいったら生き残れるんじゃんって思考止まるやつですよ。50% の確率で正解できますから、2人とも外れ確率は 25% ですからね。75% 生存ができるんですけど、ヒントは2人は同じ仕事をするわけじゃないです。まあそうですよね、多分。別々の役割をします。分かったの？簡単やんけ。ちょっと待って。合ってるかな？その簡単にたどり着いた。協力しない。なんか片方が合ってればいいんですもんね。そうです。多分分かります。マジ教えて。僕が伊沢さんが被ってるのと同じ色を言います。伊沢さんは僕が被ってるのと違う色を言います。そうすると多分いける。ちょっと待ってね。ほんとだ、これすごいね。ということで生き残ったな。正解はまあ10分だったら生き残りましたね。正解は片方が相手の色をそのまま言う係、もう片方は相手の色じゃない色を言う係に分かれる。なんでこうなるの？よくわかる解説。帽子の組み合わせは4通りですが、大きく分けると2種類しかありません。2人の帽子が同じ色のパターンと違う色のパターンです。もしも同じ色のパターンだった場合は、見た色をそのまま言う係の人が正解できます。例えば2人とも白だった場合、そのまま言う係の人は白と答えるため正解できます。黒の時も同様。では違う色のパターンだった場合はどうでしょう？こちらは逆の色を言う係の人が正解することができます。例えば白が見えている場合は黒と答えるため正解できます。白と黒が反対の時も同様。そのため同じ色のパターンの時は川上さんが、違う色のパターンの時は伊沢さんが必ず正解でき、生き残ることができるのです。そう、4種類書くから面倒くさかったね。なるほど、2種類でよかったんだね、これ書くのね。なるほど、僕あれですね、主人公のそばにいて何もできないモブキャラとかしてやめよ、このままじゃ殺されちまうよ。でも 50% の確率で生き残れるからこれはこれでいいんじゃないかって言ってたら、川上さんが最後の5秒ぐらいで、お前はいいから俺の色を言えで、川上が伊沢さんの色じゃないがを言えば 100% 助かる。
かなりかっこいいヒーロー。かっこいいヒーローになれたけど。ライアーゲームとか嘘ついてますよね。はい、ということで今回は難しすぎる論理パズルをやって案の定難しかったという回でした。ということでいつも通りですね、動画のシェア、高評価、チャンネル登録、質問、コメント、その他もろもろぜひぜひよろしくお願いします。それではまたさようなら。解いてみてね。はい、今回の質問コーナーです。伊沢さんが思うクイズの魅力って何ですかということで、一言では言い表せないものがありますけど、僕が一番好きな要素の一つ、モストオブなんちゃらかんちゃらは、クイズっていうのは一問一問が勝負なんですよね。ミクロな一問一問の勝負があって、それらの積み重ねとしてマクロな、例えば703発で70積むとか、そういうマクロな勝負もあってという、すごくクイズの知識という要素を除いたら、すごく殴り合い的な勝負の生ものの勝負が味わえるというヒリヒリ感がやっぱクイズの面白いところですね。それが知識という見えに見えないものを介して生ものの勝負をみんなでやり取りし合う、その白熱感だったりとか勝負の原液を飲んでいるような感じが僕はすごく好きです。これについてはですね、詳しくは説長東大生クイズ王伊沢拓司の奇跡1の序盤に大量に書いてあるのでですね、こちらもぜひ確認いただければと思います。伊沢拓司の事件簿って言いそうになっちゃったよ。はい、そんな感じで今回の質問コーナーです。まだまだバリバリ質問お待ちしております。それではさようなら。